こんにちは、高弘です。都市と写真、もうなんやかんやでチャンネルを作って1年が経過しました。このチャンネルをずっと見てくれてる人はもうだいぶ気づいてると思うんですけど、僕はカメラにほとんど興味ない人です。すいません。写真系 YouTube でこんなこと言っても共感得られないと思います。でもこれは隠していてもバレるので言っておきます。カメラはそんなに興味ないです。カメラ好きからしたらそんな人間いるのって思われるかもしれませんね。僕もちょっと努力したんです。好きになろうと。でも無理でした。無理。だってそんなに好きじゃないんですよ。カメラの知識で写真が上手くなるならまだ興味出たと思うんですけど、全く関係ないですからね、写真と。もちろん使ってるカメラとレンズに道具としてのこだわりはあります。道具としての。そのこだわりってちょっとニュアンスが難しいので、他のもので言うと、僕の場合キーボードに近いです。パソコンのキーボード。キーボードもあれ完全に道具で、あれをめでる人ってあまりいないと思うんですけど、でも使い慣れたものじゃないと違和感というかストレスがありますよね。なので使うなら絶対これっていうのは決まっています。でもあのキーボードも欲しいとか、新しいキーボードが出たから買い替えようとか、そんなことは思わないです。興味のなさという意味ではカメラと同じレベルかなと。こだわりはあるけど、かといって新モデルが欲しいとか、そんなことは思わない。そんな感じです。カメラやレンズに興味ないので、機材に関して語ることがほとんどないです。逆に言うと、カメラに興味ないことが僕の強みだと思っています。機材について調べる時間、考える時間を写真のことだけに使えるからです。なんだったらカメラが好きすぎるというのは写真上達へのハンディだと思っています。週3でラーメン食べちゃうけどダイエットしたい人みたいな。カメラが好きすぎるってことはそれぐらい写真にマイナスの影響を及ぼすと勝手に思ってます。すいません、これも極論すぎですかね。カメラに興味ない人からするとそんな風に思えてしまいます。でも待ってください。ここでカメラ好きの人からこういう反論が来ます。いやいや、我々の本当の目的は写真上達ではなくて人生を豊かにしたいんだ。カメラや写真を通じて人生を豊かにしたいんだと。だからお前の言ってることは的外れだと。これは確かにその通りで、人生というかカメラを使う楽しみみたいな話を持ち出されるとこっちには勝ち目はありません。それはその人の趣味ですので自由ですから。ただ写真上達の道もカメラ好きと同様に人生は豊かになるので、そこは声を大にして言っておきたいです。写真が上手くなるということは、まず世界の見方が変わります。物事を見る目が変わります。そして光を使った表現、自分の世界観を表現できるようになります。これがめちゃくちゃ楽しいです。それは絵を描くようなアート的な行為でもありますし、将棋やチェスのようなゲームを楽しむ行為にも似ています。本当これは大げさではなく、今まで生きてきてこんなにハマるゲームはなかったです。なので、この動画を見てくれた人にはぜひこっちの道、写真をある程度本格的に楽しむ道をお勧めしたいです。このチャンネルでは写真を楽しむために学ぶべきいろいろなノウハウをたくさん公開しています。この機会に写真を使った表現への道にぜひ進んでみてください。今はまだ少数派ですけど、これからどんどん増えていくと思います。少しずつですけど、その波は来ています。カメラに興味ないっていう話でもう一つ追加しておきます。お前はそんなにカメラ興味ないんだったらカメラじゃなくていいじゃんと、スマホで撮ればって言われるかもしれないです。でもそれはあまりいい質問じゃないです。僕は道具としてのカメラは評価しています。スマホで撮れないからカメラで撮っているんです。それは外出の話じゃないですよ。使い勝手の話です。スマホがもっと握りやすくて、
ダイヤルがたくさんついていて操作性が良くて、モニターがチルドしてくれて、そしてシャッター音が無音だったら考えてもいいかなと思ってます。それでもまだちょっとカメラには勝てないかな。当然ですけど、カメラは写真を撮るために特化しているものなので、スマホとの差は大きいです。シンプルな理由ですが、その点もちゃんと答えられるフォトグラファーは少ないように感じています。ということで、今日は僕にとってカメラとは、カメラをどう位置づけているかの話でした。最後に今年2024年に撮ったお気に入り写真を流して終わりたいと思います。皆さん、良いお年を。